ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES Boys YouTube バージョン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあストタンの皆様、SixTONESの歌声分析の公開がですね、遅くなってしまい大変申し訳ございません。そして告知ではSixTONESの私、こちらを先に公開する予定だったんですけれども、SixTONESの公式 YouTube チャンネルより最新曲 Boys が公開されたわけじゃないですか。すいません、僕こちら非常に気になってしまい、私の前にですね、Boys、こちらの歌声分析動画を公開してしまいました。ただやっぱりね、新しい楽曲を公開するたびに進化した SixTONES の歌声を披露してくれるっていうところで、めちゃくちゃ気になって今回歌声分析をしたわけですけれども、いや今回も素晴らしかったですね。ソロで歌うところは個人の魅力を 120% 発揮していますし、全員で歌っているところはですね、以前よりもパワーアップしたんじゃないかなっていう箇所も僕は発見しました。いやもうテンション上がりすぎて汗かいちゃいましたよ。そんな感じでですね、どこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そして今後の SixTONES の歌声分析動画についてなんですけれども、メンバー一人一人に注目した歌声分析動画も公開しようかなというふうに思ってます。今企画している内容としては、デビュー当時から現在までの歌声の進化分析動画とかね、あとはボイストレーナーつるさんが抜粋するこのメンバーのすごいところ5選とか、そういった感じの動画もですね、今後公開していきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES Boys YouTube バージョン歌声分析 GO!うわやばいやめちゃくちゃかっこいい。うわこれはね、僕が大好きな感じの王道ロックですよね。おそらく1990年代後半から2000年前半ぐらいのですね、バンド系が好きな方だったらみんな大好きなんじゃないかなっていう曲調ですよね。超かっこいい。これは続きが気になりますね。いきますよ。うわいいなうわかっこいい。僕も昔はですね、ロックが大好きでバンドを組んでいたぐらいなので、もうほんとこういう曲大好きで、ジェシーさんさすがですよね。やっぱり曲調によって最大限かっこよさが伝わる歌い方を毎回チョイスしてるんですよね。で、今回はですね、胸の響き、胸腔共鳴、こちらの声の響きが非常に強いです。胸の響きっていうのは声の太さだったり、男性だったら男らしくてかっこいい、こういった魅力が出る声の響きを作るポイントなんですけど、めちゃくちゃロックに合うかっこいい声ですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。後半のエモーションのところは、ここはですね、胸の響きをキープしたまま、その声をですね、鼻に入れるっていう感じの声の出し方です。鼻の声の響きはですね、鼻腔共鳴って言って、声の音色をコントロールしたり、高い声を出す時のアプローチを作るようなポイントなんですけど、今回ジェシーさんはですね、鼻に声を入れることによって声の個性をですね、前面に出すような音色をチョイスしてますね。
エモーションみたいな、こういった雰囲気の声だったと思うんですけど、いやーかっこいいね。で、全体的にこのロックな曲調にしっかりと声のビート感が乗っていくように、音を全体的に切るテクニック、スタッカート、こちらも使ってますね。超かっこいい。次いきますよ。うわやば。超やばいですね。で、全体的に今のポイントはですね、声がビリビリしたような質感を表現するシャウトボイスっていうテクニックも使ってます。ここにある仮声帯っていう器官、咳払いをするときに誰でも動いてビリビリしたようなね、音を出すことができるポイントなんですけど、こちらを使いながら歌う。これがですね、シャウトボイスの声の出し方なんですけど、超かっこいいですよね。めちゃくちゃロックに合う。もう一回聞いてみましょう。ほら、英語のポイントのところでシャウトボイス使ってましたよね。で、全体的にですね、口を大きめに開いてレコーディングしたんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。口を大きく開けることによって言葉の雰囲気だったりがすごくスッキリして聞こえますんで、おそらく口をね、いつもより大きく開けてレコーディングしたんじゃないかな。次いきますよ。わかっこいいね。ジェシーさんのポイントはどちらかと言ったら強いイメージだったり、情熱的な感情をですね、ぶつけるっていう風なポイントだったと思うんですけど、森本さんのこのポイントはですね、すごくクールなイメージっていうかね、さらっと歌ってる感じがめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。最高か。超かっこいいですね。さらっと歌ってるんですけど、でもやっぱりね、声が曲に乗るように、ところどころでしっかりとね、音を切ってビート感出してるんですよね。で、森本さんもですね、ここの部分の声の出し方は、胸の響きと鼻の響き、この2つが中心になってます。同じぐらいの割合かと思います。口の中の口腔共鳴、こちらはあまり使ってないような雰囲気ですね。口の中の口腔共鳴っていうのは言葉をクリアに発音したり、口の中の空間の大きさによっては声量のコントロールまでつなげることのできるポイントなんですけど、今回の森本さんはですね、胸で男らしい声の雰囲気、そして鼻で色気、この2つを混ぜて歌ってるようなね、そんな感じのすごく魅力的な歌声です。で、最初に、失うみたいな感じで、ザラザラっとした音がね、入ったと思うんですけど、このテクニックはですね、エッジボイスっていうテクニックで、この音を入れることによって、色気だったり切なさが増してくるような、そんな雰囲気が出てきます。このエッジボイスの音もですね、先ほど説明したシャウトボイスと一緒でですね、ここにある仮声帯、この部分を使って音を出すようなテクニックです。次いきますよ。あ、いいね、コーチさんの歌声。今回もね、僕のコーチさんの歌声の中では大好きな、あどけなさが前面に出ているような歌声をチョイスして歌ってますよね。で、コーチさんの声の出し方はですね、口の中の口腔共鳴と鼻の中の鼻腔共鳴、この2つが中心かなっていうふうに思います。で、少しだけ声を支える程度に胸の胸腔共鳴を使ってる。こんな感じのバランスかな。で、声を出す方向のイメージ、こちらも結構歌う上では重要になってくるんですけど、前方向にですね、声を飛ばすようなイメージで歌ってると思います。声を出すイメージっていうのは前方向だと強い雰囲気が出ますし、後ろ方向だと柔らかいような声質になるんですけど、声を出す方向のイメージで、このロックな曲調に歌の雰囲気を合わせている。そんな感じがしますね。もう一回聞いてみましょう。いい。いやーもうね、ちょっと汗かいてきましたよ、今回も。かっこよすぎてね、もうテンションが今すごい上がってるんですけど、ストーンズの曲はね、毎回ね、テンションが上がって汗かいてる気がします。超かっ
こいい。次いきますよ。うわ、ここで松村さんの歌声なんですね。こう曲調が静かになったタイミングで松村さんの美しい歌声、もうバッチリですよね。で、松村さんの歌声はですね、毎回説明してると思うんですけど、地声と裏声の中間の声っていう風に言われているミックスボイスっていうテクニックを使ってます。で、松村さんの歌い方の特徴としては、激しいポイントでは地声に歌声の比重が向いて、こう今みたいな静かなポイントだったり、柔らかい雰囲気がするポイントでは、裏声の方に声の比重が向くっていう感じの歌い方です。いずれにしろ先ほど言ったミックスボイスっていうテクニックを使った歌い手だっていうふうに思うんですけど、曲の雰囲気によって地声の比重を増やしたり裏声の比重を増やしたり、これね、言葉で言うのはめちゃくちゃ簡単なんですけど、僕には難しすぎてできないテクニックなんですよ。もう本当に素晴らしい歌い手です、松村さんは。もう一回聞いてみましょう。前半は声の比重が裏声で、後半は力強さを表現しているので地声の比重が多めの声っていう風にね、今のこの短いフレーズでもいろんな声を使ってるんですよね。で、探しながらのガの音でシャウトボイスを一瞬入れるっていうね、もうめちゃくちゃ素晴らしいですよ。次いきますよ。ここのフレーズは京本さんですよね。たとえ無謀だと、ここのね、これがめちゃくちゃね、色気があって素晴らしいですよね。で、京本さんの声も美しいですよね。全体的にですね、声のバランスがいいんですけど、鼻の声の比重がやや多いっていう感じの歌い方ですね。そして最後の構わない、ここのビブラートね、これちりめんビブラートって言われる横隔膜をですね、小刻みにこうクククククって揺らすタイプのビブラートなんですけど、このね、音の揺れが心地いいですよね。もう一回聞いてみましょう。構わないのこのね、シャウトもめちゃくちゃかっこいいしね。いやー、こっからサビかな、どんな感じなのかすごく楽しみですね。いきますよ。うわ、いいね。やっぱりね、こちらも毎回言ってるんですけど、ストーンズのサビっていうのは基本全員で歌ってると思うんですけど、この全員が歌ってるところの一気に上がる声の音圧、これがめちゃくちゃかっこいいですよね。で、今回ね、すごいなって思ったのが、6人の歌声が一つに混ざり合ってる。ここはね、もちろん毎回素晴らしいんですけど、今回は休符の位置、ここをですね、全員が揃えてるんですよね。ここまでできるグループってそうそうないっていうふうに僕は思っていて、歌で休符を表現するためにはちっちゃいつ、これを入れるんですよ。トラックとかやっぱりとか、このちっちゃいつのことなんですけど、多くの歌い手っていうのは声が出ている音に関してはものすごく慎重に考えるんですけど、声が出ていない休符、こちらは音に比べるとやや意識しない方が多いんですよね。でもこの休符っていうのが歌のリズム感だったり躍動感、雰囲気的に言うとかっこいいっていう雰囲気が出てこないんですよ。なので休符っていうのは音符と同じぐらい大事なんですけど、ストーンズの皆さんはですね、ここ休符もすごく意識して歌ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、今扉をとか、こう扉の前にちっちゃい「つ」が入ってるんですよね。あとは起死回生、ここですね。起死回生の「か」の前にもちっちゃい「つ」が入ってる。ここをね、全員で揃えてるんですよね。いやー、素晴らしいですね。次いきますよ。ういかっこいいね、田中さんの声。
普段田中さんはラップを歌うことが多いと思うんですけど、今回はメロディーを歌ってますよね。でもラップの時に使ってるリズムの付け方だったり、声の激しさ、主にシャウトボイスですよね。こちらをメロディーを歌ってる時にも使ってるので、ラップを歌ってる時のあのアグレッシブな雰囲気がですね、歌メロディーにもものすごく生きていて、いや最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほらかっこいいね。田中さんはラップの歌い方が超一流なので、メロディーを歌ってもやっぱりね、そのラップのリズムの躍動感だったりがものすごく出ていますよね。個人的にはリズムに関しては田中さんがねピカイチだなっていうふうに思っているんですけど、いやー素晴らしい。次いきますよ。うえい。今のポイントはですね、前半のバックのサウンドがこうピタって止まったポイントあるじゃないですか。こういったポイントをブレイクって言うんですけど、そのブレイクのタイミングで歌のメロディーの音もですね、ピタって止まってるんですよね。なのでほんと一瞬なんですけど、時間が止まったような雰囲気っていうのが出ています。で、この雰囲気を表現するためにも、サビの前半部分で言った休符、こちらをしっかりと全員が同じ位置で使わないと今の雰囲気って出てこないんですよ。こういったちょっとした雰囲気の積み重ねがですね、SixTONES の楽曲のかっこよさにつながってるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。ほんと細かいところまで考えて歌ってますよ、SixTONES は。もう一回聴いてみましょう。ほえい。いいですね。This is の後にちっちゃいつが入ってるんですよね。ここで楽器隊も歌も全体で無音な箇所なんですよね。だからこう時間がピタッて止まったような雰囲気が出ています。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。えいうわー、かっこいい。ちょっとね、ここで止めますよ。ここでジェシーさんのアグレッシブな感じの声になるんですね。うわー、やばいですよね。A メロで歌った時のジェシーさんの歌声とは全く違う声の出し方をしてます。ここではあえて喉の空間をですね、キュッとこう狭くしたような声の出し方をしてます。そうすることによってものすごく個性的な歌声が出るんですよね。その個性的な歌声にシャウトボイスのビリビリした音をですね乗せた素晴らしくかっこいい声。もう一回聞いてみましょう。ほらほらカラーとかすごくこうビリビリした感じがかっこいいですよね。いやー、ジェシーさんの歌声の引き出しの多さにね、毎回びっくりしますね。ここが SixTONES の楽曲を聴く上で楽しみの一つだったりもするんですけど、次いきますよ。いいね。Get away のこの way かっこいいですよね。ここは先ほど京本さんの時に言ったちりめんビブラート。このビブラートと音をですね、こう、あーっていう風にこう下げていくテクニック、フォール。この2つを同時に使っているポイントです。ラララこの音階なんですけど、今のスピードだと喉で音をコントロールするには間に合わないんですよね。なので、ビブラートのあーってこの揺れるスピード感をですね、曲のテンポにまず合わせます。で、そこにあーっていう風に音を下げていくと、ビブラートの揺れがですね、一つ一つの音にカツカツカツって当てはまるんですよね。これが完璧にできると、こういう風なフレーズになります。すごいテクニックなんですよね、これ。R&B 歌手とかがね、よくやるテクニックなんですけど、なので、このテクニックが使えるっていうことは、R&B とかそういう大人な雰囲気な楽曲もジェシーさんものすごく上手いんじゃないかなっていう風に僕は推測します。もう一回聞いてみましょう。いやー、最高ですね。次いきますよ。あ、こっから歌い出しね。
ちょっと一回落ち着かせてください。もうテンションが上がりすぎてね、もうアドレナリン出まくりなんですよ、僕。だからちょっと正常に歌声分析をするためにですね、ちょっと落ち着きますね。じゃあ行きますよ。あ、ここはあれかな、松村さんがメインを歌って、ジェシーさんと京本さんがコーラスっていうこの3人で歌ってるポイントかな。今さらっと聞いた感じ、松村さんがいて、で、京本さんが上でハモって、下でジェシーさんがハモってる。こんな感じのハーモニーなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、こういうハーモニーを三声コーラスって言ったりします。もう一回聞いてみましょう。モノクロノーのところで三声ハーモニーになってんのか。そういうことか。なるほどね。いや、すごくハーモニーが熱いですよね。そして美しい。こういう難しいコーラスも難なくやるのが SixTONES のすごいところですよね。そして松村さん、ここのタイミングでは地声要素の強いミックスボイスを使って歌声のパワー感を表現している。めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。で、今またすごいところを発見しちゃったんですけど、僕。さっき給付の位置を揃えているって話をしたじゃないですか。今回はですね、3人で子音の位置をぴったり揃えてるんですよね。なので3人で歌ってるにもかかわらず、しっかりと溶け込んで一つの歌声に聞こえる素晴らしさ。いや、SixTONES の追求力はどこまで行くんでしょうね。ほんと素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。世界のこのスとかね、こういうところがですね、全員揃えて歌ってるんですよね。いや、本当にこの追求力はもう素晴らしすぎると思います。ここまで追求してるボーイズグループ他にいないんじゃないかなって思うぐらい、本当にね、細かいところまで考えて歌ってますよ。次行きますよ。うわ、あ、なるほどね。コーチさんが歌って、森本さんが歌う。この後またね、一人ずつ歌うのかな。こういう感じのポイント多いですよね、SixTONES。ワンフレーズずつこうね、メンバーが歌いつないでいくような、こう、リレー形式なフレーズっていうか。で、今、コーチさんから森本さんにこうね、繋がっていたポイントだったんですけど、コーチさんはですね、ものすごくこう研ぎ澄まされたようなかっこよさを感じる歌声ですよね。先ほど説明した声の出し方とほぼ同じなんですけど、口と鼻中心の歌声。でも先ほどよりも声の鋭さがですね、増幅しています。これどういう風に声の出し方が変わったかっていうと、ちょっとだけ喉の空間をですね、キュッてこう絞ってるんですよね。喉の空間を絞って歌うことによって声の鋭さっていうのが出てきます。これやりすぎると喉声って言われる、聞いていてちょっと嫌な感じの雰囲気が出る声に変わってしまうんですけど、コーチさんさすがですよね。魅力が 100% 出るぐらいの喉の使い方をしてますよ。素晴らしい。そして森本さんなんですけど、若干コーチさんの声の出し方に寄せたような発声方法で今回歌ってるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。あ、森本さんの声の出し方、声を出す方向のイメージをコーチさんと同じ感じにしたのかな。だから声質の雰囲気がですね、非常に似ていたんじゃないかなっていうふうに思います。声の鋭さを統一させたっていうね、こういうチームプレーも素晴らしいですよね。しっかりね、胸と鼻を使って前方向に声を飛ばすようなイメージ。森本さんの歌声ね、これで力強さを表現しています。次いきますよ。今の京本さんの歌声なんですけど、僕の中ではいつもとちょっと聞こえ方が変わったかなっていうふうに思って、何が変わったかっていうと、いつもはですね、もっとこう喉を開いて口の中の口腔鏡面の空間、こちらをフルで活用していたような歌声だったと思うんですけど、今回はですね、
喉の空間を広げないで歌っているような雰囲気です。で、喉の空間を広げるとクラシックだったりオペラ、いわゆる声楽って言われる発声方法に近づいていくんですけど、今回は喉を広げていないので、人が日常的に会話をするような感じの声に近い雰囲気っていうかね、ポップスとかロックとかそういう風にオリコンだったりビルボードチャートとかに載ってくるような音楽ジャンル、まとめてポピュラーミュージックっていうんですけど、そちらの方の歌い手はですね、今言った日常会話に近いような声の雰囲気をベースで歌声作りする方が非常に多いんですけど、今のフレーズを歌った京本さんの歌声はですね、そっちのポピュラーミュージック寄りの声の出し方を使っていたかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、素晴らしいですね。幻になったのなの音とか、特に僕個人的にはすごく魅力的な声かなっていうふうに思います。今までとは違ったボイストレーニングを行ってるんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。じゃないとこの歌声の変化は僕の中では説明できないかなっていうふうに思うんですけど、それかもともと持っていたけどあえて多く使ってこなかったか、どっちかですよね。いずれにしろ素晴らしい声。次いきますよ。ウェイサビかっこよすぎるでしょこれ。やっぱサビのね、出だしのインパクトが最強すぎるんですよ。タラッタ、ここの休符が入った後の一発目の音ね、ここのインパクトがね素晴らしすぎて、もう一瞬で鳥肌がねブワッて吹き出してきますよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。最高すぎますね。 YouTube でこのかっこよさをね聞くことのできる素晴らしさ、本当ありがとうございます。次いきますよ。いいね。ここでもね、地声がメインの力強い松村さんの声。いい意味で声に二面性を持ってますよね、松村さんって。力強い声は本当にね、力強くてかっこいいし、柔らかい部分は本当もうね、美しすぎるぐらい美しい歌声だし、なので松村さんが登場した時は、どっちの声で来るんだろうっていう風にね、楽しみになりますよね。もう一回聞いてみましょう。で、松村さんもここのポイントは口を大きく開いてレコーディングしたのかな。口を大きく開くと声の響きがですね、すごくクリアになるんですよね。例えば、こんにちは、鶴さんです。口を大きく同じセリフを言いますね。こんにちは、鶴さんです。声のなんかニュアンスがこうクリアになりますよね。このクリアになった雰囲気が松村さんの歌声から感じるんですよ。で、口って大きく開けば開くほど、先ほども言ったように雰囲気がクリアになるので、歌詞もすごく聞き取りやすくなります。歌詞が聞き取りやすいっていうことは、歌詞が持ってる世界観だったりイメージを伝えやすいっていうところにつながってくるんですよね。あとはまあシンプルにやっぱり歌声がすごくスッキリして聞こえるので、聞き心地がね素晴らしく良くなるんですよ。かっこいい中に癒し効果もある歌声っていうかね、素晴らしいです。次いきますよ。最後はねやっぱりねこう上げてきますよね、音域をね。大サビは盛り上げていくぞっていう感じがねかっこいいですよね。でやっぱりね SixTONES はこの全員が全員同じメロディーを歌うんじゃなくて、オクターブ下で歌ってるメンバーも絶対にいるんですよね。でこのオクターブの音関係が存在するからこそ、この透き通ったね素晴らしい雰囲気も表現してるんじゃないかなっていうふうに僕は思います。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。超かっこいいですね。毎回の僕のパターンですよね。もう SixTONES の楽曲って後半になればなるほど魅力がこうどんどんこう増幅していく感じじゃないですか。なのでね、後半になればなるほどかっこいいしか言えなくなってくんですよね。
これはね素晴らしいことだっていうふうに僕は思っていて、おそらくストタンの皆さんも後半になればなるほどかっこいいっていうふうにね思ってると思うんですけど、いや最高です。次いきますよ。あ、森本さんが歌った後に田中さんのラップにつながっていくのか、そういうことか。かっこいいですね。やっぱりね最後までかっこいいんですよ。もう一回聞いてみましょう。あれなんかね声を聞いた感じ、喉の奥がこう開いてるような感じがするんですよね。で喉の奥が開くことによって胸腔鏡面の成分もしっかりと声に乗ってくるので、声の音圧が高まるんですよ。でも普段の森本さんの歌声って喉を開くっていう感じの声の出し方じゃないんですよね。だから森本さんが歌ってるシーンの映像だったんですけど、ちょっと誰が歌ってるか迷ってます。ぜひ知ってるストタンの方、コメントでこの辺もフォロー解説していただけると僕は非常に嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ次田中さんのラップから聞いていきましょうかね。やっぱりこれがあることによってストーンズらしさ出てると思うんですよね、田中さんのラップ。いやー相当努力してこのラップのかっこよさを手に入れたのかなっていうふうに僕は思います。本当尊敬します。もう一回聞いてみましょう。このね歌詞の子音の発音だったり休符の付け方、シャウトの入れ方、もうどれをとっても完璧ですよね。すごいかっこいいです。次いきますよ。ここでコーチさんのラップが来て、で最後は2人で歌ってるのかな。コーチさんもすごく個性的な歌声を今回使ってるなっていうふうに思います。ここでも喉をキュッとこう絞ったような声を使ってるんですけど、そのキュッて絞った声をですね全部鼻に入れてる感じですよね。本当に少年のような声、素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。ほら、いいね。田中さんの声が大人のかっこいい男性の声、そしてコーチさんの声が少年のような声。ここで年代のギャップ的な雰囲気を感じて、僕すごい好きなポイントですね。ここ一気にシーンがガラッと変わるっていうかね、素晴らしい。次いきますよ。なんかメロディーの展開がすごく多くて、曲のエンディングめちゃくちゃ楽しいですね。今僕普通にアウトロで曲が終わるのかなっていうふうに思ったんですけど、あ、まだメロディー聴けるんだみたいに思って、すごくテンション上がってます。もう一回聴いてみましょう。いいね。でここはジェシーさんと京本さんの2人で歌ってるポイントかな。最後は2人のメインボーカルがこうね歌っていくっていういい流れ、いい流れ。次いきますよ。うわ、かっこいいね。これめちゃくちゃかっこいい。もうかっこよすぎてね、終始ニヤニヤが止まんないですよね。すごい嬉しい。じゃあ最後まで聞いていきますよ。あ、なるほどね。ここでもう本当終わりだったんですね。さっき止めたとこで。わー、超かっこいい。いやーもう本当にね、いっぱい汗かかせていただきました。最高ですね。以上、SixTONES Boys YouTube バージョン歌声分析はここで終了です。さあ今回はですね、6月4日にリリースされる15作目のシングル Boys、 こちらを歌声分析したわけですけど、いや魅力たっぷりすぎますね。全体的なね曲調がロックな感じでめちゃくちゃかっこいいし、特に僕みたいに90年代後半から2000年前半ぐらいの
バンド系ロックが好きな方にはたまらない一曲なんじゃないかなっていうふうに思います。そういった曲調の中に SixTONES の魅力がですね 120% 発揮されてるんじゃないかなっていうふうに思いますし、細かく分析した結果ものすごい細かいところまで考えて歌っているんだなっていうふうなところがですね発見できました。毎回 SixTONES の楽曲を分析するといろんな魅力を知ることができてね、本当にテンション上がりますよね。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではではボイストレーナーのつるさんでした。